今日はバニラシフォンケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はバニラシフォンケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はふわふわしっとりのバニラ風味が効いた美味しいシフォンケーキを作っていきます。バニラ味ということで今回はバニラビーンズペーストを使って手軽に作っていきたいと思います。ふわふわに仕上げるコツや、あとは焼き方のポイントなどもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、薄力粉、牛乳、サラダ油、グラニュー糖、バニラビーンズペースト。今回はこちらの材料で作っていきます。今回バニラシフォンケーキということでバニラビーンズペーストを入れていきます。もしバニラビーンズペーストがない場合はバニラオイルで代用していただいても OK です。バニラエッセンスは香りがすごく飛んでしまいますので、代用するのであればバニラオイルを使うようにしてください。そしてお砂糖ですね。こちらは今回グラニュー糖を使っていきます。お好みで白砂糖でも OK です。白砂糖を使っていただくとどちらかというとコクのある仕上がりになります。グラニュー糖はあっさりとした仕上がりになります。そして今回はですね、15センチのシフォンケーキ型を使っていきます。こちら100円ショップのダイソーさんで購入したものになります。サイズで言うと5号サイズです。こちら紙タイプのねシフォンカップになってるんですけれども、すごく使いやすいのでおすすめです。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにですね、卵を白身と黄身に分けてください。白身は泡立てるので大きめのボウルに入れましょう。ではね、分けていきます。はい、で卵黄はこっちです。はい、このように白身と黄身を分けてください。こちらの白身に関しましては使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすると泡立ちが良くなります。それでは最初にですね、こちらの卵黄生地を作っていきます。まずはじめに卵黄だけ軽く溶きほぐします。はい、溶きほぐしたらここにグラニュー糖を半分加えます。大体で大丈夫なので半分加えてください。この時の注意点なんですが、グラニュー糖を加えた後にすぐ混ぜないとグラニュー糖が卵の水分を吸ってつぶつぶができてしまいます。なのでグラニュー糖を加えたら手早く混ぜるようにしてください。では加えます。そして混ぜましょう。ちょっとね、白っぽくもったりしてくるまでしっかりと混ぜてください。はい、OK です。1分ほど泡立てるとこのように白っぽくもったりとした感じになります。このぐらいになるまでしっかりと混ぜてください。そうしましたら続いてここにサラダ油を加えます。こちら一度にね加えちゃって OK です。そして混ぜましょう。この時もねムラがないようにしっかりとだいたい30秒ぐらい混ぜてください。シフォンケーキの場合は混ぜムラなどがあるとしぼんだり、あとは空洞ができてしまう原因になるので、必ず材料は1つずつ加えてその都度よく混ぜてください。はい、 OK です。先ほどよりもねさらにもったりとした感じになってきます。それでは続いてこちらに牛乳を加えます。これも一度に加えちゃって OK です。そして混ぜましょう。はい、 OK です。では続いてこちらバニラビーンズペーストを入れます。バニラオイルの場合もこのタイミングで加えてください。そしてよく混ぜましょう。たまにね塊になってしまう時もあるので、しっかりとねこちらは混ぜるようにしてください。はい、混ざりました。それでは続いてこちらに薄力粉をふるって加えます。薄力粉は必ずふるって加えるようにしてください。加えたらねしっかりよく混ぜましょう。この時ね薄力粉の粉が飛び散らないようにだけ注意してください。卵黄生地はこれで完成です。今ねこのぐらいもったりとした感じになってます。薄力粉のダマがなくなるまでしっかりと混ぜましょう。そうしましたらこちらは使うまでこのまま置いといてください。それでは続いて冷蔵庫で冷やしておいた卵白を泡立てていきます。このタイミングでオーブンを170度に予熱し始めてください。まずはじめにですね、何も入れない状態でハンドミキサーの高速で20秒泡立てます。そしてちょっと粗めの泡を立てていきます。では泡立てます。
はい、OK です。このぐらい粗めの泡が立ってきます。そうしましたら続いてグラニュー糖をまず半分加えてください。そしてまた同じようにハンドミキサーの高速で今度は30秒泡立てていきます。はい、OK です。そうするとね、このようにちょっと柔らかい角が立ってきます。ここまで泡立ったら残りのグラニュー糖をすべて加えてください。そしてまた同じようにハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。はい、OK です。そうするとね、先ほどよりも少ししっかりめの角が立ってきます。今ね、このぐらい角が立って折れるぐらいですね。このぐらいの硬さになります。そうしましたら最後はね、低速で仕上げていきます。ハンドミキサーの低速で1分泡立てます。はい、OK です。最後低速で仕上げていただくとこのようにとてもきめの細かい仕上がりになります。さらにですね、このようにピンと角が立った状態になります。もしこの時にピンと角が立たない場合はもう少しね、高速で泡立ててから、そして最後低速でもう一度仕上げてみてください。ハンドミキサーのね、種類によっても泡立ち具合が変わってくると思いますので、こちらは角の立ち具合を見て調整してください。それではね、2つの生地を合わせていきます。まず最初にですね、こちらの卵黄生地に泡立てた卵白を1すくい入れてください。そしてしっかりめに混ぜましょう。1回目はね、2つの生地をなじませるイメージです。はい、OK です。このようにきちんと混ぜてください。今生地の硬さはこのぐらいです。タラタラタラっとつながって流れ落ちるぐらいになってます。そしたらもう一すくい入れましょう。そして2回目からはふわっと混ぜていきます。このようにボウルを回しながら混ぜると混ぜやすいと思います。このようにね、泡立て器とボウルを一緒に回しながらやるとふわっと混ぜれます。このように混ざったら今度はこちら泡立てた卵白の中に生地を戻し入れます。このようにボウルを変えていただくことで混ぜムラを防ぐことができます。そしたらですね、最後はゴムベラでふわっと混ぜていきます。下から生地をすくい上げるように混ぜていきましょう。あとはね、卵白の塊があった時はゴムベラで切るように混ぜてみてください。ここで注意していただきたいのが、卵白のね、塊だけは作らないように混ぜてください。ただね、ここで混ぜすぎると膨らまない原因になりますので、混ぜすぎには注意しましょう。はい、OK です。このようにね、卵白の塊ができないようにふんわり混ぜてください。今ね、生地の硬さはこのぐらいです。タラタラタラっとつながって流れ落ちるぐらいで、さらに生地もふわっとした感じになってます。ではね、こちらを型に流し入れていきます。生地を流し入れます。まずね、半分だけ流し入れましょう。そしたらですね、くるっと回転させて、こちらの空いてる方にまた入れます。はい、OK です。そうしましたら少し高い位置から 2,3 回落とします。今ね、こうやって落としていただくと中の大きな気泡を潰すことができます。さらにですね、こういった竹串でぐるぐるしていただくと、こちらもね、大きな気泡を潰すことができるのと、あとは表面が平らになってきます。だいたい10回ぐらいやってください。はい、できました。それではこちらをまず170度に予熱したオーブンで7分焼いていきます。そして表面にね、薄く膜が張った状態で切れ込みを入れていきます。そうすると綺麗にふっくらと膨らみます。それではね、まず7分焼きたいと思います。はい、今7分経ちました。そしたら一度取り出してください。7分経つと表面が薄く焼けてきます。そしたら4箇所に切れ込みを入れます。はい、このように切れ込みを入れてください。それではですね、今回トータルで30分焼いていくので、残り時間23分焼いていきます。温度はそのまま170度のオーブンで焼いてください。はい、焼き上がりました。このようにふっくらと焼き上がってます。それでは今から冷ましていきます。冷ます時はですね、こういった瓶などを用意してください。そしてここに真ん中の筒の部分を差し込みます。そしてこのように逆さまにして冷ますようにしてください。こちらね、そのままの状態で冷ましてしまうと下の生地がつぼんでしまいます。なので必ずすぐ逆さまにして冷ますようにしてください。それではね、このまましっかりと粗熱を取って冷ましていきます。は
はい、シフォンケーキが冷めました。それではね、取り外します。はい、このようにふわふわに仕上がってます。それではですね、こちら外していきます。取り外すところ切れ込みがあるので、ここからねピーッと剥がして取り外していきたいと思います。はい、こんな感じでふわふわに仕上がってます。そしたらこの筒の部分ですね、これをつぼませて中心部分も生地から離します。はい、あとはね逆さにして底の部分も剥がしていきます。はい、こんな感じで型から外してください。こんな感じでねふわふわに仕上がってます。はい、これでバニラシフォンケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。それではね切ってみたいと思います。はい、断面はこのようにとてもきめの細かい仕上がりになってます。そしてシフォンケーキもふわふわに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ふわふわです。ではいただきます。ふわふわしっとりですごく美味しいです。そしてねバニラの風味もついててとても上品な味に仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のバニラシフォンケーキのポイントです。まず今回ねバニラシフォンケーキということでバニラビーンズペーストを入れました。こちらはですねもしない場合はバニラオイルで代用していただいても OK です。バニラエッセンスだと香りが結構飛んでしまいますので必ずバニラオイルを使うようにしてください。そしてまず最初にですね卵を白身と黄身に分けるんですけれども、白身と黄身を分けたら白身は冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすると泡立ちが良くなります。そして卵黄の生地を作る時のポイントです。まずはじめにグラニュー糖を加えるんですが、グラニュー糖を加えた後にそのまま放置してしまうとグラニュー糖が卵黄の水分を吸ってしまって粒々が出てしまう時があります。なのでグラニュー糖を加えたら素早く混ぜるようにしてください。そしてだいたい1分ぐらいですね、白っぽくふわっとするまで混ぜてください。シフォンケーキはですねしっかり材料が混ざり合ってないと膨らみにくくなったり、あとは空洞ができてしまったり、あとはしぼみやすくなってしまいます。なので材料は加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そして卵白についてのポイントです。卵白の泡立て方なんですが、最後は仕上げで低速で泡立てるようにしてください。そうすることでとてもきめの細かい仕上がりになります。そして生地を合わせる時のポイントです。生地を合わせる時はまず最初に卵黄生地に泡立てた卵白を1すくい入れてしっかりめに混ぜてください。そして2回目以降からはふんわり混ぜるようにしてください。ここで注意していただきたいのが卵白の塊が残らないようにだけ混ぜていただけたらと思います。ただですねここで混ぜすぎてしまうと膨らまない原因になりますので混ぜすぎも注意してください。そして焼く時のポイントです。焼く時はですねまずはじめに表面が軽く焼けるまでだいたい7分ぐらいですね一度焼いてください。そしたら一旦取り出して4箇所に切れ込みを入れます。そうすることで綺麗にふっくらと均一に膨らませることができます。そして焼き上がった後は必ずねすぐ逆さまにして冷ますようにしてください。そのまま置いてると底の部分の生地がつぼまってしまいますので注意していただけたらと思います。あとはしっかり冷めたら型から取り出してお好みの大きさに切って召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はバニラシフォンケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますのでぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。